こんにちは。じいちゃんお待たせしました。ちょっとじいちゃんと約束してた日よりもだいぶ遅くなっちゃったんですけど、撮ります。今日は、最近思ったことをベラベラ話していこうかなと思ってて、動画の内容、映像と喋ってる内容が全然一致しないと思うんですけど、あんまり気にせずに聞いてください。私は今までこういう風に行きたいみたいな目標があって、それに向かって突っ走ってきたつもりだったんですけど、最終的にはそれってただ自分の承認欲求を満たしたいだけだったんじゃないかなっていうことに最近気づいて、今ちょっと方向性を見失っている状態です。最近承認欲求っていう言葉使う人結構いると思うんですけど、その何に対して承認されたいかっていうのも人それぞれだと思ってて、結構多いのが、女の子だったら可愛いって言われたいとか、男の子だったらかっこいいって言われたい、モテたい、頭いいって思われたいし、仕事できるって思われたいとか、いろいろあると思うんですけど、それってどのぐらい認められたら、その欲求って満たされるのかなって考えたときに、認めてくれる人の多さとか知名度だったり、あと友達が多いこととか、誰かとお付き合いしてる人だったら、その恋人からの愛情で満たされるのか、それってどこまで行ったらどのぐらい満たされるものなのかっていうのがすごい不明瞭なものだと思ってて、例えば芸能人とかってその承認される対象として一番パッと思い浮かぶ人だと思うんですけど、そんなに満たされてるように見えるかって言われたらそうでもない気がしてて、結構人気もあって知名度もある人でも自殺してしまう人もいるし、周りから見て承認されてるように見える人でも本人がそれをどう捉えてるかっていうのは全然別問題なわけで、例えばそのさっきの友達多いっていうのも友達の間でも嫉妬とかあるし、頑張って定期的に会わないと維持できない関係とかもあると思うので、どこまでが友達って呼べるのかもわからないし、友達が多いからといってじゃあ満たされるのかって言われるとそういうわけでもないと思うし、あとその恋愛とかでも、自分のことを100% とか、もしくはそれ以上に自分以上に愛してほしいとか、そういうのは無理な話じゃないですか。みんな自分が愛されたいと思ってるので、自分だけは十分認められる状態でありたいのに、自分は相手のことを無条件になんていうんだ、愛情を注げるかって言われると、自分は傷つきたくないけど相手には空いててほしいみたいな、そういう自分勝手な愛情って何の承認にもつながらないじゃないかなと思います。ちょっと日本語変だから伝わってるかわかんないんですけど、で自分は割と多分承認欲求が強い人間で、今までの経験でもいろいろ人生振り返ってみると本当に人から認められたことっていっぱいあって、内面についてすごい人からいろいろ褒めてもらったりとか認めてもらったこともあるし、それ以外勉強でも自分が得意としてる分野、ダンスとか、私阿波踊りとかやってたんですけど、阿波踊りとか他にもスピーチコンテスト出てみたりとか、いろんなことを本当にたくさんやってきて、その中で人から認められた経験っていうのはたくさんあるのに、完全に満たされたことがなくて、その時は一時的に一瞬満たされはするんですけど、全然長続きしないし、本当はもっとできるのにっていうのがいつもどこかにあるから、100% 自分に自信持ったこともないし、もっとできるのを証明したい、もっとできるのにもっと見てみたいなのが多分根底にあって、永遠に満たされないっていう状態でした。で、その
どこまでいても満たされないってことが分かってるのに、私は結構突っ走って、どんどん上に行けば、もうちょっと何かあるかもしれないと思って、そのちょっと謎の目標というか、に向かって、どんどん突っ走ってるような状態で、今それがきつくなってきてるのかなと思います。結局、人からの評価とかは、人がその自分に対して抱く印象とか、その人の、その日の気分とか、立場によって全然変わるものだし、実際その人が本当に自分に対して思ってることを素直に言ってくれるとは限らないし、人が言ってることなんて本当に当てにならないものだから、そこを自分の行動のゴールにしちゃうのは違うかなと思います。私も今まで結構自分はこういうことができるんだっていうのを証明してやるみたいな感情があって、いろんなことを頑張れてきた部分はあったので、それってすごい原動力になるし、そのおかげで達成してきたこともたくさんあるんですけど、でもそれで達成して得られる幸福って単発的なもので、なんかアドレナリン的な幸福なんですけど、好奇心とか楽しいなっていう感情から生まれる意欲みたいな原動力にかなうものはないなって感じてて、長く続いて長期的な幸福感味わえるのはやっぱり好奇心とか楽しさが元になってる行動なのかなと思います。なんか勉強とかもやれって言われるとつまんなくなるし、何かを習得するときに早くやらないととか、早くみんなに追いつかないととか、そういう焦りがあると全然面白くないんですよね。今まで自分も、勉強もそれなりにやってきたし、いろんなことをそれなりにそこそこやってはきたんですけど、でも自分で決めて自分で実行するっていうのが一番やっぱり楽しいなと思うので、これをやらないとみんなと同じになれないからとか、スタートラインに立てないからとか、この能力がないとここの土俵に立てないから、やらないといけないからやるってなった瞬間に本当に全部が面白くなくなるなと思います。だから何事においても、人間関係でもそうだし、仕事でも勉強でも何でもそこは一緒なのかなっていうのを本当に最近思ってます人間関係だと結構固定概念とか決めつけを一旦全部取り除いて、自分がその人に対してどういう姿勢で接していくのかっていうのをもう決めちゃうしかないなと思います。例えば私の場合だと、親に対して昔親はこうあるべきみたいな親像みたいなのがあったんですよ。そういうのを自分が持ってる、そういう固定概念を持ってる自覚すらなかったんですけど、親は正しくあるべきだと思ってたし、子供のお手本であるべきで、子供に無条件の愛情を注いでくれて当然の存在っていうのを、どっかで思ってた部分があって、でもそういう勝手な思い込みがあると、その自分が抱いてる親像と実際の親にズレがあった時に、勝手に傷ついたりとか、なんでこうなんだろうって腹が立ったりとか、自分が求める愛情を相手に押し付けるあまりに、他人との、友達とかとの関係よりもこじらせてしまう人とかもいると思うんですよ。私はあんまり思春期とか反抗期とかなかったので、そういうのはなかったんですけど、こじらせるとかはなかったんですけど、ただ勝手に傷ついたりとか、勝手に腹立ったりとかしたことはあったので、でもいろいろアメリカに留学したりとか、いろいろ経験を経て、で親も自分と同じ一人の人間なんだなっていうのが本当の意味で理解できたとき、
自分が今やってるのと同じように、いろんなことを経験して、恋愛したりとか、仕事でもいろいろ失敗したりとか、いろんなことを学んで、経験しながら生きてきて、で、初めて親になって、で、子供が生まれてっていうのを考えると、基本的に何でも許せるし、分かってくれない部分もあって当然だなっていうふうに思います。逆に自分が、理解してあげられない部分もあるし、親に対して。だから、本当に今は何とも思わないです。何とも思わないというか、私は両親にも自分の兄弟、姉妹にも本当に幸せになってほしいなと思ってるし、特にそこに何も条件とかはなくて、例えば相手が同じぐらい自分に対して、同じくらい自分のことを思ってくれてなくても別にいい。思ってほしいとも思わないし、それぞれが別に幸せで生きていてくれたらいいなっていうのを本当に心から思ってて、結構そういうことを思い出したのは高校生ぐらいなんですけど、口に出すようにしてました。口に出してそういうことを言うようにしたら、家族との関係性も変わったと私は思ってるし、もともと全然関係悪かったわけじゃないんですけど、今は世間一般でいう家族みたいな、形とはちょっと違うんですけど、家族一人一人がそれぞれの幸せを本当に願ってるんだなっていうことは実感してるし、自分も同じように思ってるなっていうのを感じてるので、一般的な幸せな家庭とか一般的な幸せな家族の形みたいなのって本当に幻想でしかないと思うので、私は今の関係性の方が幸せというか、いい家族になれてるなっていうのを思ってます。今まで結構大事な人が亡くなっちゃったことが多かったので、伝えられることは生きてるうちに、いつ何があるかわからないんで伝えないといけないなっていうのを思ってて、でその自分が言ったことに対して相手がどう受け取るかっていうのは相手が決めることなので、もし自分が心を込めてすごいいいこと言ったっていうつもりでも、相手にとってはそれがすごいネガティブな言葉に聞こえたりすることもあるだろうし、自分が思ってる通りに伝わるとは限らないけど、伝えないよりは伝えた方がマシだと思ってて、わざわざ悪いネガティブなことをそこまで伝える必要性っていうのはないかなと思うんですけど、相手に対して持ってるいい感情っていうのはもう伝えない理由がないと思うので、それは伝えてみて、それは相手がどう受け取るかは相手の自由で、自分のゴールとしては自分が伝えたいことを相手に伝えるっていうところがゴールなわけだから、そこはガンガン主張していこうと今でも思ってます。で、結局じゃあ何が言いたいんだよっていうね、何の結論もない話だったんですけど、人生一回しかないし、どうせだったら自分らしく思いっきり生きたいなって思ってるので、今は人に認められるとか、そういう何の形もない不確実なものに執着するんじゃなくて、同じ形のないものでも、人に対する愛情とか、自分の中の達成感とかで自分を充足させられるように、そういう形はないけど自分が選択して行動することによって得られる満足感みたいなものを大切にしたら毎日楽しく生きられるんじゃないかなと思ってます。でもう日本に生まれてこうやって普通に生活してる時点で幸せなんですけど、冷静に考えると。でも人間の欲望にはキリがないので、いろいろ考えてしまいますね。で、自分だけが得するとか、
幸せになることほどつまらないことはないと思うので、もうちょっと大きな枠組みで自分がどうやったら楽しく生きられるのかなっていうのを模索しながらこれから生きていこうかなと思います。ちょっとまだ瞑想中なんですけど、まあ多分いつまで経ってもこういうことを考えながら死ぬまでぐるぐるしながら生きていくんだろうなと思います。ちょっと何が言いたいのか今回も分かんなかったんですけど、こんなことを最近は考えてるよっていうのをちょっとどっかで出しときたかったので撮ってみました。じいちゃんとかばあちゃんとかしか多分見てないと思うんですけど、ひなは元気なので、じいちゃんとばあちゃんとその他諸々の人も元気で健康で美味しいもの食べていっぱい寝てください。バイバーイ。